ビデオカメラの販売台数シェア率を調べたことがありますか？ソニー、キヤノン、ニコン、パナソニック、富士フイルムなどカメラといえば多くの日本企業が業界を牽引しているようなイメージがありますが、実は市場のおよそ 50%、約半分を中国企業の DJI が占めているんです。実際に日本国内の家電量販店や Amazon などの EC サイトから収集したポスデータを配信する BCN ランキングを確認してみると、1位が DJI Osmo Pocket 3のクリエイターコンボ、そして2位が DJI Osmo Pocket 3、さらに3位が DJI Osmo Nano スタンダードコンボと、信じがたいですがこれがリアルな世間のデータとなっています。確かに観光地に行けば必ず誰かが持っているようなそんなカメラでしたよね。日本でも海外でも当たり前にみんなが使用しているそんなカメラです。僕のようにたくさんのカメラを所有している人ももちろんですが、唯一持っているカメラが Osmo Pocket 3というそんな人も多いのではないでしょうか。実際に僕たちが去年1年間で導入したカメラはこんなにもありますが、おそらく最も使用頻度が多かったのがこの Osmo Pocket 3でしょう。 Osmo Pocket だけでも僕たち3台もあります。もはや社会現象とも言えるほどまで大ヒットしたこの小型カメラですが、今回はなんと後継機の Osmo Pocket 4が登場します。今回の Pocket 4の価格は Pocket 3の元々の価格から据え置きで、今回も比較的手に取りやすい価格となっています。動画撮影では最大 4K240fps に対応し、107GB の内蔵ストレージ搭載や外付けライトの追加、そしてジョイスティックなどにも細かなアップデートが入り、これまで以上に使いやすくなった、そんな印象があります。ただこれほどまでにポケット3が売れているということは、すでに購入している方もたくさんいると思うんですね。ほとんど不満がなかった Osmo Pocket 3ではありますが、すでに所有している方たちにとってこの Pocket 4に乗り換える価値はあるのでしょうか。もっと言えばスマホのカメラがこれほどまでに進化した時代に、わざわざカメラというデバイスを持つことにそこまでの意味があるのでしょうか。ここが最も気になるところだと思っています。今回のレビューは約3ヶ月間も制作期間がありました。先行レビューでありながらたくさんの使用感についても紹介できればと思っています。まずはこの Osmo Pocket 4で撮影した作例からご覧ください。今回のポケット4は大きく分けて3つの進化があります。ボディデザイン、そして画質、さらには便利機能の追加です。まずはいつもと同じくボディデザインから見ていきましょう。ポケット3で採用されていた回転式の2インチタッチスクリーンはそのまま採用されていて、片手でくるっとスクリーンを回すだけでカメラを起動し、すぐに撮影を始められます。そしてスクリーンをフリップさせると、新しく追加された2つの物理ボタンが現れます。このボタンはデフォルトでは左側がズームボタン、右側はカスタムボタンになっています。しかもこれらのボタンは1同士と2同士でそれぞれ機能を割り当てることができて、写真と動画モードの切り替えだったり2倍や4倍ズームの切り替えを直感的に操作ができるようになっています。純粋に物理ボタンが増えているので、撮影がより直感的になって快適にもなった気がしています。さらにジョイスティックも進化しました。これまでのジョイスティックはジンバルの向きを簡易的に動かす程度のものだった印象ですが、新しいポケット4ではジョイスティックの可動範囲が広くなっていて、スティックの押し具合によってジンバルの移動速度も調整できるようになっています。これによりカメラの向きをより滑らかに操作できるようになったので、カメラワークが綺麗になり、クオリティ向上にもつながりそうなところです。とはいえポケット3と比べた時に操作感だけを見た時の進化点はこれぐらいです。ただ中身のアップデートが大きくて、個人的にめちゃくちゃ嬉しかったのは約 107GB の内蔵ストレージが追加されたここなんですよ。最近の DJI のカメラは多くの機種がこの内蔵ストレージを採用していて、ついにポケットシリーズにも追加されました。別に SD カードでいいわっていう方もねいるかもしれないんですけど、カードを忘れた時にこの機能にね助けられたような、そんな経験がある人は多いんじゃないかなと思います。ポケット3ではむき出しだったカードスロットが今回からはしっかりと蓋を閉められるような設計になっていて、ホコリや水滴の侵入も防ぐことができるようになりました。このようなカメラは購入してからデータを消さずにずっと残しているっていう方ももしかしたらいるかもしれません。そんな人にとって蓋付きのスロットで安心して保存しておけるっていうのは結構嬉しい進化ポイントじゃないかなと思っています。そして他にも本体に搭載されている USB-C ポートの規格が変わってデータ転送が高速になりました。これも嬉しいアップデートですね。
USB-C は 2.0 規格から 3.1 規格となり、およそ 800MB/s の高速転送を実現しています。前作のポケット3では転送速度の遅さが一つの不満ポイントではあったんですが、今回のポケット4では 17GB のデータ転送が約27秒。一方で Osmo Pocket 3だったら8分3秒かかります。同じデータ容量でもこれだけの差があるということですね。結構良くないですか？これめちゃくちゃ速くなってます。僕はめちゃくちゃ嬉しいところです。ちなみに連続撮影を行った際に記録サイズがだいたい16から 17GB を達する前にファイルが分割されるという仕様はポケット3から変更はありません。分割されるとはいえ撮影が止まることはなくて、編集時のクリップ数が多くなるということは一応ね、知っておくべきところかなと感じています。では実際にこのカメラで記録できる映像はどれほどの高画質なのでしょうか。ここからは Osmo Pocket 4のカメラ性能について見ていきましょう。ポケット4の画質はどうでしたか？今回僕たちが運営するビジュアルパークにこのポケット4で撮影したサンプル動画とサンプル写真を用意しました。誰でも無料でダウンロードすることができます。ぜひよかったら実際にダウンロードして編集をしてみたり、素材を触って体感してみてください。ダウンロードリンクは概要欄に載せておきます。ということで、この画質の部分を深掘って見ていきましょう。今回搭載されたセンサーはポケット3と同じ1インチセンサー。サイズ自体の進化というのはありませんでした。そもそもこのセンサーサイズについて簡単に説明をすると、スマートフォンのセンサーがこのぐらいの大きさとした場合、ポケット4に搭載されている1インチセンサーというのはこのぐらいのサイズ感となります。このセンサーサイズが大きいほど光を多く取り込むことができるので、スマートフォンよりもより高画質で背景のボケた撮影をすることができたり、夜間のような暗い環境だとしても明るく綺麗に撮ることができるんです。今回実際にこの最新の iPhone 17 Pro と実際に画質を比較してみました。どちらもオートで撮影していて条件も揃えています。皆さんはどちらがどのカメラで撮影したかお分かりでしょうか？答えは A が iPhone 17 Pro で B が DJI の Osmo Pocket 4です。この2機種はセンサーサイズが異なるので、ボケ量に注目をすると差が分かりやすいかもしれません。画質に良し悪しはそこまでないとは思ってるんですけど、Osmo Pocket 4は物理的にこのセンサーのサイズが大きくて光の受光量が多いため、背景がボケた撮影を撮りやすくなるといった特徴があります。そして3から4への進化ポイントとしてはダイナミックレンジの向上も挙げられます。ダイナミックレンジ聞いたことない人もたくさんいますよね。簡単に分かりやすく説明するので安心してください。ダイナミックレンジというのは明るい部分から暗い部分までどれだけ幅広く記録できるかを示すような性能のことです。白飛びや黒つぶれといった言葉は聞いたことはありませんか？簡単に言えばダイナミックレンジが優れているほどこの白飛びや黒つぶれを防いだ撮影ができるわけです。実際にポケット3と比較をしてみたところ、確かにポケット3では黒つぶれや白飛びをしているシーンだとしても、今回のポケット4ではそれが改善されていて、より快調豊かに記録ができています。一応数値的にはポケット4では14ストップのダイナミックレンジがあり、前作のポケット3は12ストップだったので2ストップ分のより大きな進化となっています。ちなみにこのポケット4で最大14ストップで撮影をしたい場合は 4K60fps 以下での撮影が条件になるということもここでは覚えておきましょう。そしてポケット4のレンズは焦点距離が 20mm で絞り値は F2 なので大きな変更というのはありません。この 20mm という画角は1人での自撮りには最適なんですが、複数人での自撮りには少し狭く感じる場面もあったりします。なので複数人で撮影をするときはクリエイターコンボに同梱されている広角レンズを使うことで画角が広くなるので、これがおすすめです。この広角レンズはマグネット式で脱着もとてもスムーズですし、15mm という比較的広めの画角になってくれるので、僕はとても気に入って毎日使用しています。一方でこの広角レンズは若干周辺が歪んでしまうということと、マグネット式なのでなくしやすいという欠点はあったりはします。実際に2年ぐらい前に僕セブ島の海にね紛失してしまいましたね。ただ用途によってはかなり使い勝手がいいアイテムで、レンズに関してはポケット3とも互換性があります。すでに ND フィルターなども所有している人はポケット4でも引き続き使用することが可能です。そして動画性能は最大 4K240fps の10倍スローモーションにも対応しました。これ実は結構すごいことで、例えば50万円を超えるシネマカメラソニー FX3 であったとしても最大 4K120fps までだったりしています。この 4K240fps っていうのは業界としてもトップクラスのね表現力なんですよ。ただこの撮影にはスローモーションモードへの変更が必要となって、このモードはログ撮影でも撮影ができなかったり、他のモードと比べると画質の劣化も多いように少し感じはしました。とはいえ二度と戻らない瞬間を10倍という圧倒的な長さで記録できるというこの表現方法自体は特別なね体験をもたらしてくれるはずです。
そして 4K60fps 以下に設定した場合、色情報を多く残したまま記録ができる10ビットのログ撮影が可能です。これまでのログ撮影は D-Log-M だったんですが、今回からより高品質な D-Log に対応しました。ログ撮影の中でもより高品質な撮影ができるようになったんです。実際に新しいポケット4の D-Log とこれまでの D-Log-M を比較すると違いは一目瞭然です。新しい D-Log はこれまで以上にコントラストが弱くてよりフラットで扱いやすいログになっています。この D-Log というのは DJI のドローンなど上位機種のログと同じガンマカーブになるので、複数の DJI カメラとの色合わせも非常に簡単になりました。そもそもこのログ撮影というのは明るさや色情報をできるだけ多く残すためにあえて眠たい情報で記録する、そんな撮影方法になっています。そのため通常の撮影に比べると編集工程が増えてはしまうんですが、その代わりに自分の好きな世界観や色表現というものをできるようになります。映画や CM など高品質な映像でよく使われるような表現方法で、これがこんなにも小さなカメラで再現することができるんです。正直なところ、このログで撮った素材を自分好みの世界観にするという作業は最初は少し難しいかもしれません。なので今回この Osmo Pocket 4の発売に合わせて僕が作っている Osmo 専用のラットをリニューアルしました。この新しくなった Osmo 専用ラットには合計8種類ものラットを同梱しています。しかもこのラットパックはスタンダードから D-Log-M、 そして新しい D-Log のそれぞれに最適なラットを全て含めていて、どのカラー設定で撮影しても手軽でおしゃれな色味に仕上げることができます。8種類の世界観を持つそれぞれのラットはコントラストの弱いログ動画にワンタッチで当てるだけでここまで高品質な色味に変化をし、さらにはスタンダードカラーで撮影していたようなデータであったとしてもそれに専用設計したラットを含めているので、ログ撮影に抵抗がある人でもおしゃれなカラーを一発で楽しむことができます。もちろんこの Osmo ラットはポケットシリーズだけではなく Osmo アクションや Osmo Nano、 そして Osmo 360シリーズでも同様に扱うことができて、すでに購入してくださっている方は無料でアップデートすることが可能です。気になる方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。それではレビュー本題に戻りましょう。今回は暗所撮影が強い低照度モードがさらに進化しています。実際にポケット3と比べた時の明るさやノイズ量、ディティールを比較してみました。パッと見でもスキントーンやシャドウの階調表現が Osmo Pocket 4の方がより豊かになった印象を受けています。ノイズの量に関してもポケット4ではかなり抑えられているように感じています。その一方でわずかにディティール感が失われているようにも見えるため、一概にどちらが優れているとは言い切れませんが、 SNS 映えするという視点で見ると Osmo Pocket 4の方が個人的にはより魅力的に感じてきました。ただ縦動画は最大 3K 解像度のままで 4K 画質での撮影には対応していません。縦型コンテンツの多くはスマートフォンで見るので十分といえば十分な画質ではあるんですが、後継機まで登場するこの 2,3 年の間、縦型撮影が 4K に対応しなかったのはやっぱりちょっと惜しいかなとは感じています。もし仮に Osmo 360で採用されていたスクエアセンサーを搭載していれば、画質は 4K のまま縦型撮影も可能になっていたかもしれません。どうしても縦動画を 4K で撮影した場合はカメラを横に構えて持てばそれを叶えることができます。観光地でこのような撮影をしている人がいたら少し目立ってはしまいそうですが、記録できる映像は十分に綺麗だし画角も広くなるので個人的には結構おすすめです。そして今回写真性能も向上しました。写真モード内のスーパーフォトを選択することで約940万画素から約3700万画素と大幅に画素数が向上して、細部までのディティールを捉えた高品質な写真撮影が可能になります。ということでここからはこの Osmo Pocket 4から新しく追加された便利な機能をまとめて紹介していきます。まず一番のお気に入りはライトの追加です。このライトはジンバル部分の電子接点へワンタッチで取り付けることができるような設計で、カメラ側とライト側どちらからでも操作が可能です。このライトは3段階の明るさと3段階の色温度を調整することができて、特に暗所での自撮り撮影では人物をはっきり明るく照らせるのがとても気に入りました。実際にライトを使った作例を見ていただければ分かる通り、ここまで明るさがあればどんなに暗い環境でもある程度は鮮明に表情を撮影することが可能になります。とはいえ日中の太陽光などの逆光のシーンにおいてリカバリーができるほどの光量ではありません。ただすごくいいのは明るさを確保するだけではなく、カメラ単体で美顔効果の調整も可能になったんですよ。これまではカメラ単体で補正強度を変更することはできませんでしたが、このポケット4からは美顔効果機能が内蔵され、カメラ内で補正の強さなどをカスタムで完結できるようになっています。
調整ができるのは滑らかさ、明るさ、トーンの3項目でそれぞれ5段階です。アプリ上ほど細かくはできないものの、配信や自撮り用途の人にはとても嬉しいところですよね。そしてカメラが被写体を自動で認識してくれるアクティブトラックが 7.0 へと進化をして、人物だけじゃなくてペットなども追従した撮影にも対応しています。被写体をダブルタップするだけでトラッキングが開始される他に、新しく追加されたジェスチャー操作によりトラッキングの開始、そしてそのまま録画の開始停止の操作ができるようになっています。ポケット4では撮影中の2倍ズームへの切り替えも対応していて、ズーム時でもアクティブトラックやジェスチャー操作を使えるようになっています。このズーム機能は画質は多少劣化はしてしまいますが、ないよりはあった方が嬉しい機能ではありますよね。そしてミラーレスカメラでは当たり前になりつつあるカラーフィルター、これがポケットシリーズにも搭載されました。 CC フィルム、NC フィルム、パステル、ウォームトーン、ムービー、レトロの6つのカラーをカメラ内で楽しむことができるようになります。これらはそれぞれ適応度を調整することができるようになっていて、撮影してすぐに世界観あるカラーで SNS にアップしたい時なんかはとても使い勝手が良さそうに感じています。一方でこのカラープロファイルで撮影した場合は後からの調整は難しいので、僕個人としてはログや通常のカラーで撮影をしておいて、後から自由度の幅を持たせる使い方の方がいいかなと感じました。ここはね、用途によって最適な使い方をしていただければいいかなと思います。実は僕たちポケット3を使用するとき、ほとんどの場合スタンダードカラーを使っていたんですよ。そして今回紹介しているポケット4の作例も多くはスタンダードカラーで撮影をして、そこから自分で作ったラットを適用しているだけのそんなカラーになってるんですね。必ずしもログ撮影じゃなくたって本当に綺麗だと思いますし、十分なカラー表現だと思いませんか？僕個人の考え方ではありますが、無理にログ撮影をするくらいであればスタンダードカラーだとしてもたくさんの瞬間を記録しておいた方が、その方がよっぽど価値があるのかなと感じているし、そもそもログ撮影だと気持ち的に編集をしないといけないとカロリーが高く感じてしまって、その分撮影回数も減ってしまうような、そんな気がしてしまっているんです。ぜひ皆さんもね、等身大で自分に最適な撮影方法というのを見つけて、たくさん記録の幅を増やしていきましょう。ということで、ここまででポケット4の魅力がかなり伝わったかと思います。かなり完成度の高いカメラではあるんですが、弱点や不満ポイントというのはないんでしょうか？ありますよね。どこかはやっぱ出てきます。中でも特にね、僕が感じたのは保護カバーがしょぼくなっちゃったこと。なんでやねん。ということで、ここからは使用してみて感じた少し気になったポイントも紹介しておきます。まず1つ目は保護カバーの仕様変更です。ポケット3のカバーはジンバル部分の保護の以外にもスクリーンの保護であったりフィルターの収納機能まで備えていたのですが、今回のポケット4で採用されたのはこのジンバルクランプのみです。コンパクトにはなって持ち運びはしやすいんですが、保護できる部分が少なくなってしまったことと、そして慣れるまでは脱着に少し手こずる場面があったので、正直ここは賛否が分かれそうです。ポケット3のカバーと互換性はあるので、すでに所有している人は引き続き使うこともできます。そしてカメラ本体には三脚の穴がなくて、三脚を取り付ける際はネジ付きのハンドルを装着する必要があります。ポケット3のバッテリーハンドルなどは全て互換性があるので、乗り換えの際は追加で購入する必要がないのは嬉しいポイントですよね。バッテリー性能は 1300mAh から 1545mAh に容量自体も拡大しています。実際にバッテリー 100% の状態から連続撮影をしたところ、ポケット3が2時間45秒で 0% になり停止、ポケット4は3時間6分48秒で 0% になり停止するというような結果となりました。僕らの検証結果では1時間以上もバッテリー持続時間が向上したという素晴らしい結果になっているので、ここはかなりのアップデートだと思っています。とはいえポケット3は発売からたくさん使用してきているので、多少のバッテリー劣化などはあるかと思うんですが、ぜひ参考にしてみてもらえたら嬉しいです。そしてポケット3を2年ほど使用してきて、高温による熱停止というのはほとんどしたことがなくて、今回の長時間撮影での検証でも熱停止するということは一度もありませんでした。とはいえ握れないほどまではいきませんが、それなりに発熱はしてしまうので注意は必要です。ポケット3が約48度、ポケット4は約40度となっていて、放熱性能にしてもやや向上していると言って問題ないかと思います。では最後の検証として、バッテリー残量 0% の状態から 100% になるまでの充電速度を検証してみました。この結果は先ほどとは逆で、充電速度に関してはポケット3の方が速いという結果になりました。先に 100% になったのはポケット3で、満充電までにかかった時間は21分32秒。一方でポケット4はその約9分後となる30分59秒で満充電となりました。どちらも 35W の急速充電で条件を揃えて検証しているため、今回の検証結果からポケット4はバッテリー容量が増えたことで撮影時間も約1時間長くなった一方で、充電時間もおよそ10分程度長くなってくることが分かってきました。このあたりもね、ぜひ購入検討している方はぜひ参考にしてみてください。そんなところで僕たちのポケット4のレビューはそろそろ終わりです。この時点でもうほとんどの項目をカバーして、皆さんにもね、必要十分な情報をお届けできているかと思います。
冒頭でもお話ししたように発売以降ビデオカメラの販売台数で常に1位を取り続けているようなそんなカメラなんです。僕のチャンネルで投稿したポケット3の設定動画はおよそ1年間の間に約30万再生を超えました。販売している OSMO 専用ラットに関しては約750人を超えるという方にダウンロードをしていただいています。DJI のポケットシリーズというのはカメラ業界の枠も超えて一家に一台というのが過言ではないぐらいまでに浸透してきましたよね。そして今回のポケット4の発売によりこの流れはさらに加速していくと予想しています。ただ心から幸せを感じる瞬間というのは何を買ったかなのではなくて何を経験したのか、ここだと僕は感じています。このポケット4を手にしたとしてもその喜びというのはやがて薄くなっていくはずです。でもそこで得た経験が記録として残り時間とともに深まっていくものだと僕はそう信じています。正直に言えばこのポケット4よりも綺麗で高性能なカメラっていうのはたくさん存在しますよね。そして常に持ち歩いているスマートフォンというのが最大のライバルでもあるんです。こんなにも便利な世界になりました。選択肢はたくさんあってどれを選んでもきっと満足はできるはずです。ただ記録というものに価値を置くならばポケットに収まるこのカメラがとてもいい相棒になってくれると思っています。皆さんはどのカメラでこれから人生を記録していきますか？ということで今回のレビューはここまでです。この動画が気に入った方は高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ポケット4で撮影したサンプル写真やサンプルデータは僕たちが運営するビジュアルパックから無料でダウンロードすることが可能です。さらに今回満を持してリニューアルをした OSMO シリーズ専用のラットパックもぜひチェックしてみてください。すべて概要欄にリンクを記載しておきます。それでは皆さんたくさんの記録を一緒にしていきましょう。ではまたね。